これ中古で買うメリットにもなると思うんですけど、そう、革が馴染んでいるので、痛いって感じる人は、もしかしたら少ないかもしれないですね。そうですね。皆さんこんにちは。米表名義店の川出と YouTube ディレクターの河合です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、昨今人気の高いメゾンマルジェラのこの旅シリーズ、リアルレビューをしていきたいと思います。使っていていいところもあればちょっと使いにくいなっていうところもあるので、それも包み隠さずにちゃんとお伝えできたらいいなと思っているのと、中古で買う時の注意事項みたいなのもお伝えできたらいいかなと思ってます。このサイズ感とか、あと選び方がモード系だけじゃないよっていうところもお見せできたらと思っておりますので、最後までぜひご覧ください。では早速なんですが、まず実際私たちが持っているものを紹介していきたいと思います。私は今もう履いております。黒の、ヒールは8センチヒールになってます。こちらのブーツを1つ持ってます。私も黒の8センチのヒールのブーツを持っているのと、あと茶色、こちらの色も持っています。同じく8センチヒールです。でここにはいないんですけど、伊藤さん、大場さん、いつもインスタグラムを担当している2人も黒の8センチヒールを、だから全員持ってる。全員黒の8センチは持っているということになります。じゃあバレリーナはこちらのキャメルですね。キャメルを持っています。私は今履いている黒のバレリーナを持っています。ということで私たちが今持っているものは以上になります。マルジェラのブーツのいいところ1つ目は汎用性があることです。こちらは実際私も履いてるんですけれども、仕事でもプライベートでも、あと旅行の時にも履いていったことがあるんですよね。パンツスタイルでも合うし、スカートでも合うっていうところが確かにね、いいところのポイントかなと思います。これデニムにも結構合う。あと黒いパンツとかもやっぱり履きがちじゃないですか。そう、黒いパンツにも合うので、本当に使う機会が多いなっていう印象がありますね。じゃあ2つ目、足が疲れにくい。ヒールが太いんですよ。なので仕事で履いても本当に足が疲れないんですよね。この太さもあるっていうのと、傾斜もある程度あるんですけど、こう全身に足の先にこう体重が乗ると疲れるじゃないですか。そういう感じがなくって安定したヒールなので、立ち仕事で8時間とかしてるんですけど、それでも疲れないっていうのがすごいやっぱり魅力があるんですよね。みおさんはどうですか？基本的に電車移動の日はヒールを控えてたんですよ。なんか遊びに行っても帰りにもう足が限界を迎えてしまうと帰りが辛かったりするじゃないですか。新しい靴買ったりね。なのでヒールって普段あんまり履けなかったんですけど、このマルジェラのブーツを買ってから、自分でこう電車で移動する日とかも断然履けるようになった。そのぐらい一日中履いてても足が痛くなりにくかったですね。不思議だけど本当に足は疲れにくいです。ではメリット3つ目、女受けが良い。間違いない。これ不思議だけど本当に褒められること多いよね。本当にそう、褒められますね。女性に褒められますね。ヒールが高いからやっぱスタイルよく見えるしね。8センチありますからね。可愛いって言われます、とにかく。最後4つ目、これはちょっと一部の人に限定されちゃうんですけど、足がちっちゃく見える。これ私そうだよね。26センチ足があるので、結構やっぱりどんな靴を買っても大きく見えちゃうんですよね。そうけどこれ結構コロンとしてるので、履いてもそんなに大きいっていう感じがしないなっていう、私のコンプレックスがちょっと解消したなっていうのは個人的に思いました。これ結構足が大きい方にとっては非常に嬉しいポイントだと思います。めちゃくちゃ嬉しいです。というところがメリットになります。では次にちょっと使いにくいなと思うところっていうのも正直あるじゃないですか。あります。そこについてもリアルなので、お伝えしていけたらと思います。まず1つ目は雨の日。こう素材がレザーっていうのもあって、雨の日は履きづらいな、大事にしたいから雨の日は履かないようにするっていう感覚ですよね。それがね、大事な日とかに被っちゃうと嫌だなって思う方ももしかしたらいるかもしれないので。そうですね。ではちょっと使いにくいなと思うところ2つ目は、フックが外れる人もいる。足袋ならではなんですけど、はめるところがこういうフックみたいになってるんですよね。履いた時はもちろんかけるんですけど、歩いてるとなんか自然に取れてしまうっていうスタッフもいたんですよ。いました。どうですか？私はもともとフックをしていないタイプ。スカートとかでちょっとある程度隠れちゃう時とかはあんまりしてなくって、
むくみにくいような気がするんです。閉じなくても特に脱げることもないので、私は基本的に外してることの方が多いです。私逆に外れる人で、一人は外れたことがない。で、一人は常に外れてしまう。これは歩き方とか、あとサイズ感とかが関係してくるのかもしれないですね。では、ちょっと使いにくいなというところ、3つ目は、脱ぎにくいところです。しっかりホールドしてる分、履くときは結構簡単なんですけど、脱ぐときは、ちょっと力技がちょっといるかなっていうところで、結構脱ぎにくいですよね。ちょっと若干汗をかきました。というのが3つ目となっております。では続いてバレリーナの方に移りたいと思います。続いてバレリーナの方のいいところに参りましょうか。1つ目、存在感があるところ。フラットシューズって割となんかどれも一緒みたいなイメージないですか？ありますあります。形やっぱ似てますもんね。そうです。足袋っていうだけあって足袋の形してるので、ここが特徴的になるわけじゃないですか。そういったところの差別化じゃないですけど、同じフラットシューズでもやっぱりデザインが特徴があるので、使い分けみたいなところができるところが、私的にはこのバレリーナのすごいいいところだなと思っています。なんかお洋服が結構シンプルでラフな感じのお洋服でも、足元にこのデザイン、結構この特徴のあるデザインが来ることで、なんか決まりませんか？そうなんですね。なんかやっぱファッションが足元からみたいなところもあるじゃないですか。取り入れるとおしゃれ度がちょっと上がるみたいな。これだけでね、一気に上がります。では2つ目、これさっきも出てきたんですけど、汎用性があるところ。今日どれ履こうかなって思った時に、もうスッと選ぶぐらい、使用頻度が高かったなっていう印象があるんです。カジュアルだったり、モードだったり、シンプルにはすごく合いやすいなって思ってます。デニム相性良くないですか？いいです。デニムの色も薄くても濃くても合うし、足元がバレリーナの黒でもキャメルでもどっちでもいいみたいなところもいいですよね。わかります。可愛い系統にはちょっと合いづらいっていうところはある反面、それ以外だったら何にでも合うし、ささって履けちゃうっていうところはいいところですね。では次にバレリーナのちょっと使いにくいなと思うところ、1つ目はこの二股部分です。初めて履いた時だけちょっと違和感があるんじゃないかなって思ってて、で私も初めてバレリーナを買った時はこの二股部分の親指のあたりがちょっと痛かった。ただそれ初回ほんと1回目だけだった。2回目からはなんかもう全然痛くなかったんですけど、慣れるまでちょっと違和感があるかもしれないです。私の場合はそういったのも全くなくっていうのもおそらくなんですけど、私の場合は中古で買いました。レザーっていうところもあるので、前の方が履かれてたっていうのもあって少し伸びてたんだと思うんですけど、割と柔らかめになってたので、履いても特に痛いとか違和感があるとかもなく普通に履くことができたので、中古を選ぶ時にそのあたりも履き比べたりとかしてもらうといいかなと思います。これ中古で買うメリットにもなると思うんですけど、そう、革が馴染んでいるので、痛いって感じる人は、もしかしたら少ないかもしれないですね。では2つ目、リペアが必要なところ。私の見てもらうと多分すごいわかると思いますが、つま先のここの部分がちょっとやっぱり剥がれやすかったりするんですよね。ここですよね。ここの間がだんだんこう剥がれてきてしまうんですよ。でこれ結構足袋のバレにはありがちなことらしくて、長く履くにはある程度こういうリペアをしながら使っていくことになるのかなと思います。このインソールが白いじゃないですか。ここも汚れやすいところになってます。靴下黒とか履くと黒くなっていくっていう風に聞いたこともあって。そうですね。そうですよね。あとやっぱりバレーシューズっていうところもあって、若干やっぱりこう作り、ここのソールの部分が薄く作られてるっていうところもあるので、地面を感じやすいというか、そこがブーツとの違いに感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。ではここからは他にも皆さんが疑問に思っていることをアンケート取りましたので、ちょっとそこにも回答していこうかなと思います。まずは1つ目、ヒールのおすすめはということなんですけれども、3センチ、6センチ、8センチとあるんですよね。どれがおすすめなんでしょう？
まずやっぱり8センチがダントツ人気はあります。そうですね。全員8センチを持ってるんですけど、やっぱ私158センチなんですけど、私ぐらいの方が多いと思うんですけれども、その平均身長に8センチ履くことによって166センチになるじゃないですか。お洋服とかが一番合う身長の高さになれるんじゃないかなと思うんですけど、実際6センチも私試着したこともあるんですけれども、6センチだとってなんとなく物足りなさみたいなところが、なのでスタイルアップしたい方とかは8センチがダントツおすすめです。確かに6センチ8センチで2センチしか違わないのに、履き心地にそんな大差がないんであればスタイルアップできた方がいいですよね。そうですね。では続きまして2つ目の、質問が、靴下はどうしているんですか？はい、二股になっている、もうこの形になっている旅ソックスを履いています。中にはやっぱり5本指のソックスですね履くっていう回答の方もいらっしゃいました。5本指だったらもともと販売してる店舗も多かったと思うので、健康にもねいいって言われますしね。もう一つ靴下に関連して質問が、靴下の長さはどういう風なものを選んでいるのっていう。個人的には出る方が好きです。理由としてはブーツのちょうど長さが、ここがふくらはぎの一番こう太い部分に私の場合はちょっと来ちゃうっていうのもあって、ちょっと長めのソックスを履くことでそれをごまかすというか、縦を強調する。こう金具がやっぱりこう当たるとかもあったりするので、靴下履くことでちょっと軽減されるかなみたいなところもあって、ブーツ履くときは私は長めを履くことが多いです。バレエの時ってどうですか？ほぼ裸足が多いんですよ。裸足可愛いですよね。では3つ目、中敷きはどうしてるのっていうことだったんですけど、旅用の中敷きってないと思いきやもう販売されてるんですよね。そうなんですね。ここを疑問に思ってた方も問題ありません。いいですね。はい、次いっちゃいます。中敷きの汚れ、糸の汚れはどうしているか。メゾンマルジェラに関してはその汚れるっていうのも経年劣化で楽しんでいただきたいっていうことだったので、味と捉えて使っていただくのも、いいのかなと思います。ただちょっと気になっちゃうなっていう方はリペアサービスがありますので、ちょっとご相談いただければと思います。では次ですが、中古で買う時のポイントってありますかっていう質問で、通常新品だとやっぱり結構硬いと思うんですけど、中古で買う場合は物によりますけど、革が結構馴染んでる場合もありますので、ちょっと通常の新品で買う時の基準とは異なるのかなと思います。例えば8センチヒールのブーツだと、革も馴染んでますし、若干こう前に行くんですよね、足が。前にね。なので 0.5 ぐらいはダウンしたサイズを買うといいと言われてますね。で、私の場合だと高高、幅広なタイプなんですけど、さっき河合さんが言ったように 0.5 ダウンじゃなくて、もうジャストで買いました。なるほどね。全然前に行くこともないですし、普通に歩きにくさとかも全然ないです。いつもは 38？ 通常38履いてるんですけど、バレリーナの場合は伸びてたっていうのもあって、逆に37っていうサイズダウンをしたんですよね。バレリーナは37でも余裕で入って、で最初から履いても痛くなかったっていうのがあるので、中古で買う場合はやっぱりその伸びて個体差がどうしても出てくる。そうですね、一つ一つ違ってきそうですね、だいぶ違ってくると思います。なのでご試着を何度かしていただくことが一番いいかなと思います。これパテント伸びないんですよね。ちょっと痛いです。伸びないですしね。そう、素材はちょっと気をつけないといけないかなと思います。ここまでちょっとサイズの話結構したんですけど、2人の中でもちょっと違いましたよね。こう靴とかに関してはやっぱり実際に試着することっていうのを強くお勧めします。いかがでしたか？マルジェラの旅のこのシリーズって一つあるだけで雰囲気もだいぶ変わるし、本当おしゃれ見えする。そうですね。マストハブな一点だったと思います。ただやはりサイズのところでも言ったように、サイズ感とか、あとヒールの高さの問題だったりとか、いろいろ靴によってもちょっと違ったりとかするので、お近くの店舗に取り寄せをすることができますので、ぜひ取り寄せをしていただいて試着していただいて、私たちと一緒に悩んでいただければと思います。そうですね、愛用スタッフ結構多いので相談には乗りやすいと思います。ではこの動画が参考になったなという方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。またサイズ感で何か気になることとかアドバイスあればぜひコメント欄にコメントもお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。